秋葉原。ここは東京メトロ日比谷線の秋葉原駅です。東京メトロ日比谷線は東京を走る地下鉄の一つで、中目黒から北千住まで 20.3 キロを結ぶ路線です。開業当初から長い間18メートル車で運行されていた日比谷線では、2020年3月に20メートル車への置き換えが完了したことを受け、各駅でホームドアの整備が進んでいます。この秋葉原駅にもすでにホームドアが設置されています。ただし、今回ご紹介するものは、この駅の北千住寄りにあります。ホームの前方に向かいましょう。改札につながる動線は、ホーム最後尾と、ホームの前寄りにあります。前寄りの方が JR やつくばエクスプレスの駅に近いため、混雑しています。改札につながる通路の横を素通りし、ホームの終端部までやってきました。この駅の他の部分ではホーム上に柱はありませんでしたが、この辺りだけホーム上に柱が並んでいます。柱は点字ブロックにも干渉しているほか、ドアの真正面に当たる場所にもあるなど、なかなか邪魔になっているものもあります。柱は全部で8本。先頭の1両分強にかかっています。そしてこの辺りをよく見ると、天井あたりの構造が異なる箇所があります。それだけではありません。線路の間にある柱は、ここまでは等間隔で並んでいたのに対し、ここだけ壁のようになっており、その表面にも段差があります。その先は再び等間隔になりますが、柱自体は細くなり、上の作りも変わります。上下をそれぞれ見ると、違いがはっきりわかりますね。そしてこの柱、ホームの部分では白く塗装されていますが、この先に続くトンネルの柱と形状は同じです。この部分だけが違う構造となっている秋葉原駅ですが、他の駅はどうなっているのでしょうか。次の列車で移動です。ドアの前に柱があるというのは、乗降客にとっては不親切ですね。この列車は、東武スカイツリーライン直通の南栗橋行き。先日のダイヤ改正で、日比谷線から東武線に直通する列車は運行区間が短縮され、日中の南栗橋行きは廃止されました。次の停車駅、中御徒町に到着です。秋葉原とは違い、この駅は島式ホーム。そしてこの辺りには、同じような形状の柱が等間隔で並んでいます。変わったところはなさそうですが、この駅の場合、見るべきポイントはこの反対側、中目黒寄りにあります。この駅で接続する JR 線や都営大江戸線などへの乗り換え通路は、先ほど私がいた階段の方にあり、こちらからは地下で直結する路線がないため、人気は少なめです。階段の横をすり抜け、ホームの終端部に向かいます。階段の後ろにある柱は、それまでとは違って角型となっています。また、線路と平行な向きが長く、ただでさえ狭いホームを余計に圧迫しています。終端部まで来るとこの狭さ。秋葉原駅ではホームの幅は一定だったのとは大きく違います。黄色い線の内側にはほとんどスペースがありません。そしてこの駅の場合、先ほどの階段にも引っかかるところがあります。それほど広くない階段の途中にそびえるこの柱、他の駅ではなかなか見かけないものです。柱は踊り場にもあり、なかなか不親切な構造です。そしてこの階段のたもとは、6号車の4番ドア。秋葉原駅と同じく、奇妙な構造の場所は、1両分強にわたって続いています。再び次の駅を目指します。次の駅は、JR 線や銀座線などと接続する上野駅。東武スカイツリーラインに直通する有料列車、銀 H ライナーが、日比谷線内で最後に停車する駅です。銀座線の駅ともどもリニューアルが行われ、すっかり綺麗な駅になりました。ただしこの駅のポイントは、この車両の向こうにあります。反対側のホームは手前で途切れており、こちら側のホームだけが1両分強、中目黒寄りに長くなっています。ホームの前方へと向かいましょう。案内板などの掲示スペース以外にも、壁面には照明入りの装飾パネルがあり、お金がかかってそうなことが伺えます。ホームの終端部までやってくると、今度は反対側のホームが同じく1両分強、向こうに伸びています。
柱の作りがガラリと変わることはありませんが、ホームの下、ホームドアを支えている場所の構造が違うのがわかります。なんとなく状況が読めてきましたが、次の駅はまた状況が変わります。北千住方面行きのホームは、序盤で見た秋葉原駅と同じような作りになっていますが、反対側は様子が違います。こちらのホームには、手前から奥までホーム上に柱が全くなく、線路の間の柱の形状も同じままです。そして反対側の先端部分はどちらのホームも同じ構造ですが、北千住方面行きの方が少々先に伸びており、変則的な構造が際立っています。駅によって細かな違いはあるものの、途中でホームの構造が変わるのは、この先も同じです。日比谷線はこの箕輪駅と南千住駅の間で地上に出て、南千住駅は高架駅となっています。一見すると違いはなさそうに見えますが、中目黒寄りの場所にそれがはっきり現れており、途中からホームの土台や支柱、屋根の形状まで違っています。直線区間にある南千住駅ですが、ここから先は線路がカーブしており、ホームの先端部は道路をまたぐ橋梁にかかっています。車体とホームが大きく開くわけではありませんが、できれば避けたい配置です。この先で線路は急勾配で地下に潜り、その後左カーブで箕輪駅に続いています。この後付け感からもわかる通り、これらのホームは日比谷線が建設された後、急遽延長されたものです。ホームの延長にはまず、車両の大型化に伴うものがあります。以前このチャンネルでご紹介した京王井の頭線がその例です。編成の長さが 92.5 メートルから100メートルとなり、足りない長さを確保するため、あらゆる手が尽くされています。日比谷線で2020年までに行われた車両の大型化が関係しているのかと思いきや、そうではありません。終点の北千住は、これまで見てきた駅とは違います。1996年に3層構造となった北千住駅では、日比谷線系統の列車は3階を発着しています。ただしこの駅には、これまで見てきたような設備の差はありません。これまで18メートル車8両編成だった日比谷線では、車両を20メートル車に切り替えるにあたり、両数を7両に減車しています。編成全体では144メートルから140メートルになり、4メートル短くなりました。そのため、これに伴うホームの延長はありません。ちなみに、編成の長さこそ短くなりましたが、連結部分が減ったことやドアの数が増えたことで、混雑緩和につながっています。18メートル車が引退してからそれなりに経ちますが、一部の駅の構内図には、20メートル車と18メートル車、それぞれの案内が今も残っています。秋葉原駅から逆方向に向かうと、途中の各駅にも同じようにホームを延長した場所があります。都営浅草線と交差する人形町駅では、構造が短距離で次々と変わり、駅による違いも目立ちます。そして、途中で例外となる駅が出てきます。それがここ、八丁堀駅です。日比谷線のおおむね真ん中にあり、ホームの両端に階段があるこの駅、ホームの構造が途中で変わることはありません。そして、今まで見てきた区間の位置づけを探る鍵は、この駅の構内ではなく、外にあります。この駅の北千住寄りには、上下線の間に1本、引き上げ線があります。このような引き上げ線は他の路線にも見られるもので、同じ路線でも混雑度合いに差があったり、乗り入れ先との兼ね合いなどから、途中駅での折り返しが設定されています。ただし八丁堀駅の場合、この引き上げ線を利用した折り返し列車は、現在のダイヤでは1本もありません。そしてこのことと、ホームが延長された駅の位置が、日比谷線の開業後に訪れた、想定外の事態の結果なのです。これらの駅のホームが延長されたのは、日比谷線が全線開業した1964年から数年後のことです。もともと日比谷線の各駅のうち、八丁堀から中目黒寄りの駅は、8両が止まれる150メートル余りのホームが確保されていた一方、それ以外の各駅は、6両が止まれる120メートルしかありませんでした。これは計画当初、東武線沿線での宅地開発が東急側ほど進んでおらず、輸送量が少ないと見積もられたためです。8両編成の列車は途中駅で折り返すよう計画されたため、八丁堀駅の北千住寄りに折り返し線が設けられました。ところが、当時郊外鉄道との乗り入れはまだ始まったばかり。1962年5月に始まった東武鉄道との乗り入れは、1960年12月に
都営浅草線と京成電鉄の乗り入れが始まったのに続く、東京では2番目のものでした。これをきっかけに東武線沿いの宅地開発は爆発的な勢いで加速し、東武側からの輸送量が激増。左側に映っていた東京メトロの車庫は、東武から土地を購入して設置されたものです。全線8両運転に向けてホームが延長されることになり、同時に変電所の増強や車両の追加投入、車庫の拡張なども行われました。ところで建設当時、東武は20メートル車の導入を提案したものの、東急は18メートル車を提案、意見が折り合わず、最終的に18メートル車での運行となりました。東急寄りの計画が立てられたのは、東急側の方が輸送量が多いと見込まれたためでしょうか。そしてホームを延長することになった各駅は、すべて地上から掘り下げる開削工法で建設されており、トンネル自体も浅い場所にあるため、工事の難易度自体はそれほど高くありませんが、後付けホームということもあり、各駅の事情に合わせた方法が採用されました。秋葉原駅のように幅が狭いホームの場合、もともとホーム上に柱はありませんでしたが、延長部分は線路の間の柱が細く、荷重を分散させるためにホーム上に柱を設けざるを得なかったようです。また、中御徒町駅の階段は、もともと反対側と同じくホームいっぱいにありましたが、ホームの延長に伴って幅が狭くなりました。メインの階段は反対側ですから、こちらにしわ寄せが来た格好です。階段の真ん中に柱が居座るのも、他に荷重を支えるものがないからです。18メートル車の方が編成全体では4メートル長いので、かつてはホームの終端ギリギリまで車両が来ていたようです。それだけではありません。入谷駅の場合、ホームが延長される前の駅構内は、このような配置になっていました。今でこそ4カ所の改札がありますが、もともと3カ所しかなかったのです。そして北千住寄りでは、ホームの終端部から出口まで、線路脇に通路がありました。これは北千住寄りの出口が交差点よりも先にあり、そこからホームまで距離があるためです。ホームを延長した際、この通路をホームに転用したためこちら側には柱がないのに対し、反対側はホームを新たに作って延長したため、それぞれ構造が違うのです。元からあった出口は歩道にありますが、後付けされた出口だけはマンションと一体化しています。隣の美濃輪駅では、曲線が緩くなる北千住寄りではなく、急になる中目黒寄りに延長されています。これは、この駅の北千住寄りから民有地の下を通るため、ホームを延長できなかったのに対し、中目黒寄りでは道路の下に収まるのが理由です。発車する列車を見ていると、カーブで車体が傾く様子がよくわかります。また、ホームを延伸したことで動線が変わり、改札階の配置にも影響しています。エレベーターは改札を出た直後にあるものの、そこから先の出口まで妙に距離があります。これは、ホームを延長した際、ホームと改札をつなぐ階段の場所も変わり、改札なども中目黒寄りに移動したことが理由です。かつての改札は、今私が歩いているあたりの場所にあったのです。ちなみにエレベーター専用の出口と、隣の都営住宅がある場所は、かつて都電の営業所があった場所です。北千住駅に痕跡がないのは、開業後に駅を丸ごと作り変える大改造を行ったからです。この大改造も、沿線の宅地開発が加速する中、乗り換え駅でもある北千住駅の混雑が激化したことが背景にあります。それ以外にも、東武は北千住駅より先の区間で複々線化を進め、最終的に 18.9 キロにわたる複々線を完成させます。一方東急側の利用客は東武側ほどにはならず、両車で20メートル車が主体となる中、日比谷線系統だけが18メートルのまま残ります。東武側では、複々線区間も駆使して列車の系統をある程度分けることで影響を抑えましたが、東急では弊害が大きく、2013年には、副都心線との直通運転の開始と同時に、日比谷線との直通運転が打ち切られています。副都心線との直通運転開始で、東急東横線の車両は20メートル車8両か10両となり、日比谷線系統の18メートル車8両では東横線内では輸送力が劣ることや、20メートル車と18メートル車が共存したままでは、ホームドアの整備が困難だということも要因とされています。ちなみに、日比谷線直通列車の全面展望を、東横線内全区間収めた動画もありますので、概要欄からぜひ見てくださいね。現在では日比谷線系統は20メートル車に統一され、
その点では直通運転のハードルはなくなりましたが、東急線との直通運転の再開予定はありません。途中駅にあるカーブや勾配にかかった奇妙なホームは、相互乗り入れ黎明期における想定外の事態に対応するための苦労の後だったのです。